はハイキングデイです。朝作ったおにぎりを食べて向かいます。もうお弁当作りめっちゃ大変だったんだけど世の中のお母さんの苦労が分かった。いや分かった。お母さんすごい世の中の。だって集合時間よりちょっと1時間遅らせてもらっちゃった。本当ですよ。すいません。なのでちょっとゆっくりめにスタートして、今日はどこに行くんですか？今日は千葉県にある鋸山という山に登りたいと思います。登ります。初心者向けっていうか低山。じゃあ割となんかサクッと行楽的な感じで登れるとこね。そうね。まあ標高3、400メートルぐらい。楽しみ。行きます。教えていただいていますけれども。鋸山登るぞ。久しぶりだね、山だとね。いいね。海沿いだから風が気持ちいい。なんか単純に頂上行って登るっていうよりは、なんか意外と中にいろんなスポットがあって、じゃあ観光登山なんだね、結構。とか言って、めっちゃヒーヒー言ったぞ。しまなみ海道。体力作りね。まだ始まってないじゃん。そう。横断道。まさかあの階段登っていくとかないよね、まさか。なんかね、この左側に行こうかなと思ってます。車力道？そう。なんで？この関東ふれあい道と車力道があって、車力道の方が階段なくていいかなっていう。ああね。車力道にしよう。なんかこの車力道っていうのが、この結局ここは昔建築で使う資材、ここの山を切り開いてすごい綺麗な石が取れたんだって。でそれを運ぶための道がこの車力道らしい。ああね。気持ちいい風が。さあ登りきれるんでしょうか。おっと。なんかね、絶妙にゆる坂だから結構。でもやっぱ元駅伝選手は余裕なんでしょ。走るほど登るんだよね。やば。まだ全然大丈夫。そりゃそうやろ。休憩。ちょっと遠くに海見えるわ。レッツゴー。休憩したら水水だ。うわ、すごい。何これ。これが切り出した石なんじゃない？これを運ぶ道が車力道ってこと？しかもなんか女性の仕事だったらしいよ。これが？そう、1個80キロの石を1日3往復してたらしい。そうなんだ。すごい。私は無理だろうな。1日3往復。即リストラ。即リストラ。5分の4。いいね。ちょうどいい登山。なんか突然険しいんだけど。最後結構やばいな。頑張れ。限界な人発見。私元駅伝選手だよ。やっぱ日本の山って舐めちゃいけないよね。永遠に階段が続きます。明日筋肉痛やばい。確かに低い山だけど一気に駆け上がるね。ね。いや結構きついねこれ。全然きついよ。スイスの時のハイキングより全然きつい。でももうすぐなはず。全然もうすぐじゃないよ。もう全然もうすぐじゃない。見てみたらわかる。ここが展望台って言われるところですね。なんか一番綺麗らしいね、見晴らしが。Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do.
You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me. なんかこっちの方が確かに山登った感の景 I 色です。 wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't. いただきます。味見一切しないから大丈夫かな。美味しい？うまい。やった。もすごい。うこんなん作れる。自分でもびっくり。うまい？すイエーイごい。イエーイ。美味しいじゃん。美味しい。なんかこっちの方が景色綺麗じゃない？山って感山頂から戻ってきました。じ。来ました。ロープウェイで帰ろう。うわすごいなんかおーすごいね。遺跡に来たみたいよ。なんか一説によるとラピュタの城みたいって言ってる人もいたよ。へえすごいね。これはさ山登りだけじゃない楽しみがあるね。すごいあすごいね。ね、こうやって切り出してこれを運んだんだ。すごい本当だ。すごい神秘的。すごいね。あ上にも行けんだ。あっちにはもう行かないと。もういいです。もういいですか？もういいです。山頂行ったから無理しないっていうことが山登り何よりも大事。教訓を得た。はい、見切りをつける。見切りのつけ時人生にも通じますね。見切りのつけ時が何事も大事。人生の真理にたどり着いた。真理にたどり着いたんです。さあ帰ろう。おい。ハプニング。ロープウェイでチューンと帰ろうとしたんですけど風でロープウェイは止まってるみたいです。なので来た道帰る確実だもんね。そうね。登山口で会いましょう。はい、ジャンプしてこく。せーの。お疲れ様でした。やっぱ足ブルブルしてる。まあ山頂でちょっと休憩したとはいえ出発から3時間半ですね。あ戻ってきました。さあ戻りましょう。はい。楽しかった。疲れた。足がやばい。Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love.おはようございます。今日は朝から打ち合わせがあるので今ちょっと準備中です。今日はこの韓国旅行で買ったミニミュートっていうところのナイロンの小さなリュック、これに荷物を詰めて打ち合わせ行きたいと思います。今日の打ち合わせは私のブランドヒンクヌンクの今年の商品、その中の一つのトートバッグですね。トートバッグをちょっと販売できればなと考えてまして、それのファーストサンプルが出来上がったということでそれを見に行きつつ
改善点があればその場で修正してという感じで、そんな打ち合わせになるかなと思います。今日はピューのリップを塗っています。 RD04 ファブですね。結構赤めのリップです。なんかね、マットというかマシュマロみたいな感じのほわっとした感じの質感で、しっかりね赤が出てくれるので、メイクが薄い日とかそういう時にポイントで使うのによく使ってます。あとはちょっと黒とか白の服を着るとき、こちらマリメッコの新作なんですが、黒白のグニッコ柄のニットベストに下はね黒のズボン、こういう格好をするときは結構赤めのリップを使うことが多いです。なんか昨日ハイキングに行ったんですけど、朝起きたらもう体がバキバキで、足は小鹿のように震えています。痛い体が。でも本当に春が来たっていう感じの天気が続いてて、今日は打ち合わせの合間にどっかで桜とかね見れたらいいなと思うんですけど、だからカメラとか持っていこうかな。これは外出時に持っていくカメラで、ソニーの ZV-E10 かな、Vlog 用にも写真にも使えるカメラなので、いつも持ち歩いてます。あとはヘッドホン、最近はラジオをね移動中に聞いてるので、こうやってヘッドホンつけて歩いてます。なんかね、ラジオのおすすめをよく聞かれるんですが、最近私がねめちゃくちゃハマって聞いてるのはラジコで聞けるんですけど、こちら安住紳一郎の日曜天国、これめちゃくちゃ面白い。安住さんのラジオがめちゃくちゃ面白くて、最近これを聞いてます。そんな感じで今日も頑張ろう。今日27度とかまで上がるから、なんか上着いらないかもと思って、このまま半袖で行っちゃおうと思うんだけど、いいかな。こんな感じで外に出ます。では可愛いトートバッグが出来上がってるかどうか楽しみに行ってきたいと思います。行ってきます。形ちょうどいい大きさ。なんか入れてみる。が結構一般的なんで、別にそれは本当に好みの問題なので。前回この鉢に植物を入れると毎回必ず枯れちゃうんですっていう話をしたんですけど、なんかたくさんねいろんなアドバイスコメントでいただいてありがとうございます。この植えた植物はこのアトリエにいない間にしおれちゃいました。申し訳ない気持ち。コメントの中でここの植物屋さんに持っていくといろいろお悩み解決してくれますよみたいなやつがいくつかあったので、そこにね一回持って行って教えていただければ教えていただきたいなみたいな。でそこで植物もね新たに飼いたいななんて思っています。本当にたくさんいろんなアドバイスいただいてありがとうございました。お気に入りの鉢なのでうまく植物をね育ててあげれるように頑張りたいと思います。今日ねちょっと午前中にトートバッグのサンプルができたということで打ち合わせに行ってきたんですけど、めっちゃ可愛いトートバッグができました。ちょっと改善するところはねちょこちょこあって、それもお話しした上で、だいぶ完成形に近いものが出来上がってきたんじゃないかなと思います。若干小ぶりなトートバッグが欲しくって、やや小ぶりのサイズのものが今の私の持ち物とか生活スタイルにもうぴったりでしっかり間違ってなん
中にボトル、ペットボトルだったりとか、あとは財布、あとカメラをねよく持ち歩くんで、カメラを2種とかポーチとか、こういう風にね本とかそういうのも入れたりするんですけど、それがねちょうど入るぐらいの大きさ、多分この大きさなら iPad とかも入ると思うんですが、ちょっとそこまで系のトートバッグがずっと欲しくって今回作ってみました。でちゃんと内ポケットもあるタイプなんですけど、生地本体がパープル、取っ手が緑なんですけど、こっち側がちょっと濃い緑で、こっち側が薄い緑。ちょっとこれはねフィンランドに持っていきたいなと思って、ちょっとブルーベリーを意識して配色してみたカラーです。こちらと、あとはこの本体茶色で取っ手が水色と、こっちも深い緑かな。これもねすごい大人っぽくて可愛くて、これもすごい捨てがたい。この2色、どういう風な販売になるかわからないんですけど、2色販売できればいいなと思ってますが、どっちか1色に絞るかもしれないんですけど、ここのね取っ手の部分がすごい長くて収まりがいいんですよね、こう肩にかけた時に。はい、めっちゃ可愛いです。こちらのトートバッグ、皆さんの元にいち早くお届けできるように引き続き頑張っていきたいと思います。楽しみにしていてください。めっちゃ可愛いです。マジで美味しい。よし、始まりました。最近豊ラジオ第28回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは、私がこのお家にアトリエを持って、私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。今週はあったかかったね。そうですね。桜も咲き始め、はい、もうだいぶ都内の桜は、場所にもよると思うけどさ、6分咲きぐらい行ってないかな、この2日間で。一気に来たね。ね、夏みたいに暑いもんね。でも明日から寒いらしいよ。
なんか去年もだけどさ、ちょうど土日のさお花見したい日にさ雨とかさ寒いみたいな多いね。だから今年もなんかお花見、ゆっくり座ってお花見はできなさそうな予感です。そして今週私たちはハイキングに行ってきましたね。あ、そうですね。はい。はい千葉のどこあそこ放送エリアにある、のこぎり山はい、という山に登ってきました。すごかったね。うんどう筋肉痛のほどは。登ってから2日経ってますけど、まあまあ来てます。来てます。はい、私もまあまあ来てるんですけど、ハイキングじゃなくて登山でしたね。あれ登山でしたね。登山用のさ格好でしっかり行ってよかったんだけど、平坦な道っていうかさ、整備された道っていうのはさ、ほとんどなかったよね。まあ、そうね最初の入り口ぐらいか、まあ、整備はされてるんだけど基本なんか階段、結構ワイルドな感じだった。そうそうそう、面白かったね。やっぱのこぎり山っていうことでなんか岩切り出すみたいなさ、昔の岩壁っていうの登りながら見れてさ、なんか面白かった。ラピュタの壁って言われるところですね。そうそうそう、すごい良かった。いやでもハイキングでだいぶやっぱ自分の体力っていうのをね見極めることができましたけど、どうでした？私の体力は。まあやや不安が残りますね。なんでどの辺がやや不いや安？ちょっと言い訳が多かったなと思いますね。途中例えば見切りをつけ時とかそういう感じですか？ちょいちょいちょっとちょっと言い訳、そうだね、一瞬山頂を目指すのをやめかけたもんね。どうですか、しまなみ海道に向けてはい、このまま行けそうですか？そうですね、ちょっと足が不安ですね。はやっぱ筋トレとかした方がいいんじゃないかっていうい。ひしひしと感じましたね。やっぱもう元駅伝選手だからっていうのはもうちょっとそうだねやめていただきたいですよね。その言葉だけで突っ走ろうとするのは、確かにね、もう何年も前、十何年前の記憶ですから、いや確かに膝痛くなりそうな予感がしたからね、ちょっと怖いよね。その前回のラジオでもしまなみ海道を走った人とか、橋に渡る前の10分間のなんか坂がすごいですみたいな、みんな口を揃えておっしゃってて、まあでも、走りきれなくてもいいから、しまなみ海道挑戦してみたいなと思います。そんなフリートークをしながらも私たちの目線の先にはじゃじゃん、羊羹がいっぱいあるんですけど、先週羊羹グランプリをラジオ内でしたいということで、もしおすすめのものがあればコメントしてくださいって言ったらめちゃめちゃ来たね、コメント。何件ぐらい来ました？件数自体は分かんないんだけど、一応バーッと書き出して、その重複なしで560件来てまして、そこから、なるべく全国津々浦々なるほど、チョイスをして、彼が全部お取り寄せしてくれました。はい、羊羹グランプリやっていきたいと思います。イエーイ。じゃあちょっとこっちでも見せましょうかね。はい、今ここに123 8都道府県の羊羹が勢ぞろいしました。はい、まず今回のこのなぜ羊羹グランプリを開催しようかと原点にもなった羊羹ですね。その前回羊羹グランプリ開催しますって言った時に、いくつか食べたい羊羹があると言ったと思うんですけど、それがこの福井県の江川っていうところの水羊羹ですね。てかさ、福井県って羊羹めっちゃ有名だもんね。前バレンタインデーの時に、デパートにチョコレートを探しに行った時に、隣であんこフェスをやってたんです。やってたね。そこの一角で売ってたんですよ。これが、で食べたいと思っていたんですが、その時はその次にも予定があったから買わずに帰って、いつか買おうっていうので狙っていた覚えてたんだ。羊羹です。この箱に第22回全国菓子大博覧会名誉総裁賞受賞書いてありますね。なんと福井県では冬に水羊羹を食べると。夏じゃないんだ。で夏は逆に売ってない。売ってないんだ。でこれは3月までだから、今月末まで。嘘。じゃあこれ美味しそうと思ったらもう皆さんすぐ取り寄せないとってことね。この土日で頼めばギリ間に合うってこと。でこれがもう福井を代表する羊羹ということで、開けてみましょう。じゃあどうぞ。こちらですね。じゃじゃん。個包装じゃないんだ。すごい。
あ、なるほど。あ、なるほど。ということは、これ一回開けるともう食べきらないといけないってことですかね。水羊羹といえば夏の風物詩といったイメージがありますが、越前福井では冬に食べる習慣となっております。おお。これがもうすごい。プルプルプルってやって。わ、すごい。美しい。美味しそう。めっちゃ上がるね。いや、ちなみにはい。これもとってもたくさんコメントをいただいておりました。福井のこの水羊羹、はい。たくさんおすすめされてたんだ。もともと食べたいとも思ってたし、うんおそらく福井県民の方からあ、なるほど。うちのこの羊羹食べてくださいとはい来たわけですね。他の地域のものよりも柔らかくみずみずしい食感が魅力です。黒砂糖を使ったシンプルな甘さであっさりとした味わいが楽しめます。へえ。福井の冬の名物詩ですと。へえ。ね、すごい素朴な疑問していい？羊羹と水羊羹って何が違う？羊羹と水羊羹では原材料、製法、食感、風味などが異なります。羊羹は寒天、砂糖、小豆、水羊羹の場合は寒天、砂糖、こしあん、水。あ、へえ、そうなんだ。そうですね。あ、じゃあより滑らかな感じなのか。おお。お、どうですか？ちょっとすごい笑み出ましたけど。どうでしょう。うまい。ちょっとうまいね。ちょっと待って。美味しい。優しい。でも後味のコクっていうの、すごいね。あ、黒砂糖の甘さを最後に感じられる。あ、美味しい。さっぱりしてる、確かに。ブラックコーヒーにもよく合うって書いてありますね。確かに合いそう。冬季限定で製造販売は11月1日から3月末日まで。へえ。うまい。外側つるり、中滑らかって感じ。最初はものすごいさっぱりしてるけど、最後にグッと甘みがきて、スッと抜けていく。でもこれさ、個包装にされてないってことはさ、やっぱこう親戚が集まるなんか正月とかでさ、一気にみんなで食べたりするんだろうね。こたつに入ってさ、こうやって切って入って。そうね。ね。いや、美味しいです。幸先の良すぎるスタート。めっちゃ美味しい。さっぱり系の羊羹。いや、今回ね、やっぱね、みんなね、熱いですね、コメントが。いや、熱かったよね。どういう基準で選ぼうかなと思って、もちろん買いたかったけど、そのお取り寄せが期間的にね、難しかったのもあって、集められる分だけ集めてみたんですが、うちの羊羹がナンバーワンだみたいな。もう熱量すごかったよね。結構もうコメントの量っていうよりも、その熱量で選ばさせていただきました。確かに。ではどんどん参りましょう。あと7個あるからね。じゃあ続いては、北海道五勝手屋の丸羊羹です。これですか、もしかして。こちらです。まあさすがね、北海道やっぱ小豆も取れるでしょうから、そりゃもうたくさんのこの五勝手屋ファンたちがうちのピーピー言っておりました。ピーピー言っておりました。うちも食べてくださいって。やっぱさ、北海道の人たちはさ、やっぱこう自分たちのさ、このお菓子の時もそうだったけどさ、もう自信がすごいよね、やっぱ。うちのうまいんでっていう、やっぱり。まあ実際美味しいものいっぱいあるからね。そう、実際美味しい。こちら丸い筒に入った五勝手屋の羊羹。なんかレトロで可愛いですね。このコメントの情報によると、食べ方がこの糸を使ってね、切って食べるという。なんか書いてあったわ。糸を使って切って食べるから、なんか食べたい時に切って食べれて便利みたいなやった気がする。でそれをねすごく押されてたんですけど、まあ私佐賀県民としてはですね、有徳稲荷神社っていうのがあって、佐賀にですか。でそこの有徳羊羹なのかな、っていうのも、まあ、全く同じなので、北海道の皆さんあんまり図に乗らないようにそうあんたたちだけじゃないよっていうのはやっぱちゃんとお伝えしておかないといけないですね。図には乗ってないと思います。これ蓋を開けて、この一番上に砂糖がたっぷりついたところが好きだと。なんか言ってた、シャリシャリのところがあるって。で店舗限定なんですが、その砂糖まみれのところだけ売ってますと。へえ。でもこれあれだ、この現存する
糸式羊羹の最古参ということで、あ、じゃあちょっと佐賀県民さん。そういうことか、はい。うちが元祖ですよってことか。そうですそうでなるす。ほどね。これが上の部分のシャリシャリ部分。なるほど。でこれを押し出すと、はい、おちょっと待って砂糖がおお。こういうことですね。はい。こうやって切って食べると、この一番うまいところを食べる。はい。うわ美味しそう。まあこうやって好きな厚さに糸で切って食べることができるんですが、はい。1ミリほど薄く切って食べるのが好きですと。あ、すごく薄く切って食べるのが好きなんだ。はい。こういうことか。あーね。わ、すごい。このシャリシャリのとこあなたにも半分あげようか。美しいですね。これはなんかあれだね。本当に日常的に食べる羊羹みたいな感じなんだね。だってさ、映え的な感じではないじゃん。なんかわかる。そうね。そう。とちょっといただきます。今度は甘い。こんな薄いのに？本当だ。こんな薄いのにこんな甘いんだ。美味しい。美味しい。このシャリシャリのとこもいただいちゃっていいですか？美味しい。でも本当にこれは日常のおやつだね。これシャリシャリのとこめちゃめちゃ美味しいんだけど。これは美味しいですね。さっきの水羊羹よりももう断然甘い。こんな薄くて。でちょっとでめっちゃ満足感があるから、だからこうみんな日常的にちょっとずつ切り出してパクって食べて、でもその上にシャリシャリだけ乗ったところが売ってるっていうのは確かにわかる。そこファンとか多そう。で続いては同じく北海道ですね。ちょっと今回、はい、ちょっと入手経路的にですね、まずインターネットでバーッとお取り寄せ調べたんですけど、なかなかこの撮影日までに間に合わなかったので、日本橋とか、銀座の方に各都道府県のアンテナショップがあるので、そこに行って羊羹を、間に合わないところはゲットしてきました。なるほど。なのでちょっと重複しちゃうんですけど、同じく北海道から、この標津羊羹、まずねこの五勝手羊羹、さっきの羊羹を買いに行ったんですけど、隣にあったんですね。そこに2022年の北京オリンピックカーリングのもぐもぐタイムで食べていた羊羹がこの標津羊羹だそうです。羊羹食べてたわ、確かに。それがこの標津羊羹ということで買ってきました。なるほどね。選手のエネルギーの源にもなったということで。はい、確かにこれはもぐもぐしやすいわ。そうだね。ザ羊羹ですね。なんかちょっと茶っぽいね、色が。なんかちょっと黒いというよりは茶色い感じですね。はい、こちら標津羊羹、いただきます。ほう、甘さが全然違う。本当だ。この標津羊羹は美味しい。一般的な羊羹は小豆と砂糖で作られますが、この羊羹は金時豆とビート糖なので甘さがすっきりしています。確かに本当だ。美味しいこれ。さ、口の中に甘さがこう残ってくどみたいなならない感じの羊羹だね。確かに美味しいこれ。金時豆だから色がやっぱちょっと違うのかもっていうことやろうね。この上品なべっこう色をしたシンプルな羊羹ですと。美味しい。全然違うんだね、羊羹って味。全然違うもんですね。お茶が足りないよ。ちょっとお茶沸かそう。いや美味しすぎ。ちょっとレベルが高いですね。ちょっとレベル高い争いですこれは。なんか全部似てる感じの味で、口どけとかさ、舌触りだけで判断していくのかと思いきや、甘さの種類がこんなにも違うんだみたいな。じゃあ次、そろそろじゃあ栗羊羹いきますか。栗羊羹大好き。次紹介する羊羹も、もうものすごい数のコメントが。栗羊羹？どれですか？この月読み羊羹っていう。やっぱりこれが栗羊羹ですか？こちらは石川県松葉屋さんですね。でこれも日本橋のアンテナショップで見つけました。今回、正確な数は数えてないんですが、石川県にはやっぱり金沢があるじゃないですか。それなので、すごいねプライドを持ってるなと
都道府県別で言うと、うん結構石川はね、12を争うぐらいコメントが多かった、あ嘘羊羹に関してそうで確かにこれいいかもって思うものをピックした時に、全部石川だあやべ石川多いなってやって、うんちょっと外したものもあります。あそうなんだそれくらいお菓子がたくさんあるんだなっていうのは、どれどれでは開けていただきましょう、大好きです栗羊羹ですね。もう栗羊羹といえばの包装紙だねしかもそれでもアンテナショップで買えるってことは都内でも普通にお散歩したら買いに行けるってことそう今回改めてね、日本橋、はい銀座の凄さを思い知りました確かに、はいわざわざそこまで行かなくても取り寄せなくても結構アンテナショップが楽しいわけ。今度またアンテナショップ巡りでやろう。しかも全然ねネットで買わなくてよかった、ネットで買うと送料がさあ確かに、ね、本体価格ぐらいするから、うわーやばいねテンション上がるね。おうわはい、うおー美味しそう。これが月読み山路ですね。このさ、栗が上にこう乗っかってるタイプじゃない埋め込まれてるタイプなんだ、うわおーすごいね結構丸々入ってるね。丸々入ってる。うわすごいほとんど栗じゃんっていうぐらい栗がゴロッと1個入ってるね。美味しそう美味しそう美味しそう。すごい野趣豊かで洗練された味、月読み山路は、はい当家初代の文献にあったもの昔ながらの製法にて現代感覚を加味して作り上げたものです。はい良質な小豆と粒よりの栗とくずを香り高い竹の皮に包んで蒸し上げましたと。甘さを程よく抑えどなた様のお口にも合いますように作り上げたこの思いをはいお汲み取りいただければ大変幸いに存じまいやす。すごい自信を感じるいただきます。うまい。びっくりするよ。おおすっごい美味しい。おーすっごい美味しい。今まで食べた栗羊羹の中で一番美味しい。栗がさなんていうの香ばしいの。羊羹の部分の密度もすごいね。噛み応えっていうのこのやっぱ竹の皮の香りか、が鼻を抜けるねちょっと。ほうほうほう。美味しい。いやうまい待ってこれ順位つけれるかな。ちょっと無理かもこれ。まあ順位つける必要はないんだけど、まあね、まあグランプリと名付けてますからね。まあ、一応個人的好みみたいな。最近同様ラジオ的。そういうこと。こんなにさ栗入ってんのさ嬉しいね。でもやっぱちょっと一旦冷静だろ。ねはいそうだ、ね。これは羊羹グランプリだ。そうだった。じゃあやっぱ栗が入ってるってことは、はいちょっとやっぱ、そうだね、ずるという見方もできますからねそうだね。はいそこはやっぱ冷静に。冷静に。で一旦それ置いといてさ、よくなんかさスーパーとかでさ、買った栗羊羹さ嬉しくさこう切ってったらさ、こんなちょっとしかさ上に栗ちょっとしか乗ってる時あるじゃん。これはもうさもう丸々入ってさ、コメントにも書いてあった。どこを切っても栗が入ってますと。皆さんこれはちょっと日本橋行ってください土日。うまい。栗抜きにしても美味しいわ羊羹自体も。やっぱこの竹の皮のね竹の皮なんとも言えない香ばしさなのか、そうなんか香ばしい感じするよね、土っぽいじゃないけど土っぽいはおかしいかな、でもわかるそういう野趣豊かって書いてありますからね。ちょっとワイルドな感じですよね。そうやっぱそういうのがやっぱ、駆け巡るのよね。いや素晴らしい。結構栗が入ってるから上品な感じかと思えば、もちろん上品なんだけど野生で育ちましたっていうなんか意志を感じる一品ですね。はい、レベルが高いねやっぱ。レベルが高い。じゃあこの流れではい行きましょう次。同じく石川県ですね。また来ました。もう石川のピー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 石川の鳥がねすごいんだよ。でもこの箱に書いてありますよ。泊まり木に寄り添い文鳥で、そうこの最近土曜ラジオがコウヨトリになったことで、そこにも掛け合わせてこれいいんじゃないですかって石川の人が言ってたんですか。そう石川の人や。次が、石川県金沢にある青果室町というお店の金沢文鳥。かわいい
金沢文鳥。はい、文鳥というその可愛すぎるビジュアルにもさることながら、予想のはるか上を行く革命的に美味しい羊羹なんですと。鳥つながりということで、はい紅葉鳥民の皆様の誕生記念お菓子にもってこいだと思いますと。うまいねそのコメントの人。手紙職人。そう本当はね、うんさっきのこの月読み山路とどっちか一個にしようと思ったんですけど、うん、それ言われちゃったら、まあねちょっとすごい可愛い。見て。これが多分ね、何種類か入ってるのかな。なんか黒と白と茶色があるから味が違うのかな。黒が加賀紅茶羊羹、石川県にある加賀の茶畑で摘んだ茶葉から取れた和紅茶、そんな加賀の紅茶がふんわりと香る羊羹、イチジクやクランベリーなどのドライフルーツも入っているフルーツティーのような味わいだそうです。変わり種だね。で真ん中の加賀棒番茶ですね、ピスタチオアーモンドが入っておりザクザクとした食感も楽しめる。最後の白いやつが、はい白いコーヒー羊羹ですね。どうする？どれ食べる？全部開けようかじゃあ。これはアイデア商品やね。てかこれやっぱその手土産にいいね。可愛いもん。おお。これが紅茶の羊羹ですね。これがイチジクとかすごいドライフルーツですね。本当だ、入ってる。はい、では全部開けてみました。一番左がこちらが黒い文鳥で紅茶ですね。で真ん中加賀棒の羊羹で、そして最後これが白コーヒーだっけ？コーヒーの白羊羹。じゃあまずそれは、紅茶です。紅茶。どうですか？もうなんかもはやこれはちょっと羊羹ではない。本当だね、羊羹ではない。結構紅茶ゼリーって感じ。でも羊羹の滑らかな舌触りあるよ。ゼリーではない。確かにこれは贈り物に喜ばれるね。美味しい美味しい。これは確かに紅茶と一緒に飲みたいかも。じゃあ続いてこれが加賀棒。香りがすごい。本当だ、すごい美味しい美味しい。香ばしいね。これはもう本当手土産羊羹だわ。贈り物系ですねこれは。でもなんか確かになんかそういうね賞も受賞してた。してそう。次はコーヒー食べていい？すごいなんかコーヒーっぽい苦味感じる。不思議これ。おお。ね。なんていう表現したらなんかね白いコーヒー。面白い。これ可愛さがピカイチだよな、やっぱ。でもそうね、ちょっとビジュアすごいね。確かにちょっと変わり種羊羹だからなんか別個って感じがする。そうね、ちょっとこれはもうちょっと羊羹という枠を、もに縛られないような。そうだね、もう革命児みたいな。次じゃあ次はすごい多分伝統がありそうな、ちょっと地味な見た目なんですけど、次は愛知県名古屋箕面中。これね実はコメント1件しか来てないんですけど、極上羊羹って書いてありますけど、なんかすごくね格式高そうな感じでしたね。箱も本当に昔ながらのっていう感じの。名古屋泉町五箇条橋坂に、初代伊藤忠兵衛が屋号箕面中として菓子製造業を始め、以来160年間常に原料の生鮮、独特の菓子製法を守り、そして時代に沿った新しいお菓子作りに精進してまいりました。歴史のあるお菓子どころの羊羹ってことですね。だんだん口の中が甘くなってきました。これは結構トゥルンとしたみずみずしさ。美味しそう。なんか大きさちょうどいいね。これですね。やっぱこのベーシック。なんか入ってます？入ってるね、小豆。ついにちょっとずつ切り出して食べる。いただきます。これはお手本のような羊羹ですね。本当ですね。これは美味しい。美味しい。程よい甘み、滑らかな口どけ。この中に入った小豆がプチッと食感も面白くて、美味しいね。ちょっとどうしよう。さあどんどんいきましょう。結構ね、たくさんありますからね。あと2個、あと2つです。じゃあ一旦ちょっと変わり種いきますか。変わり種がまだあるんですね。無って書いてある。こちらはね、僕が佐賀出身ということで、はい、もちろんご存知だと思いますがと
たくさんコメントいただきましたはい佐賀県のはい村岡総本舗のはい。羊羹ですね。食べたことありますか？もちろんあります。なので今回は変わり種カシューナッツ羊羹を普通の羊羹も売ってて、これは変わり種のやつってもちろんことですか？でもちょっとさすがにん普通の羊羹は食べたことあるし、あ、カシューナッツ羊羹。まあ、いわゆる小木羊羹って言われるもので、シュガーロードを通ってきたはい。この小木羊羹ですね。その中でもなんかこのカシューナッツ羊羹が美味しいですよと。お、美味しそう。この小木羊羹はですね、この表面が結構砂糖がパリパリっとしてるんですよ。あ、ザックザク系？はい。ほらこうやってなんていうの10日？あ、はいはいはい。巻くみたいなね。そうそう。これシャリッことれがして美味しいザんです。そうシャリシャリザクザクってして美味しいよね。すごいカシューナッツゴロゴロ入ってるね。これは初めて食べる。俺は初めて存在すら知らなかった。あへーカシューナッツ羊羹があること。あ、香りがすごいね。そう。カシューナッツ。うわ、おーすごい。美味しそう。じゃあいただきます。あ、美味しい。この上の砂糖。カシューナッツと羊羹ってさ、うん。組み合わせ悪いんじゃないかと思うけどさ、なんかやっぱこの香ばしさが羊羹に合うんだね。なんか羊羹って香ばしいもの合うんだわ。あ、そうだね。食べてみて。すごい美味しい。食感がいいまず。おお。ね？うまい。うまいよね。だから意外と羊羹の存在感消えるのかと思いきや、ちゃんと羊羹のさこの滑らかさとか小豆の甘さとかを感じるのよ。だけどその上のカシューナッツの香ばしい感じと、あとこのやっぱ一番上のこのシャリシャリね。そうシャリシャリがめちゃめちゃアクセントになってる。美味しい。これ結構パクパク食べれちゃう系羊羹だ。いやコメントを読んでてさ、嬉しそう初めて食べた時カシューナッツと羊羹がこんなにもマッチングするんだと衝撃的でした。ほんとほんと。なのでもう一度言わせてください。村岡総本舗のカシューナッツ羊羹おすすめです。いやほんとめっちゃ美味しい。確かに羊羹苦手な方でも食べれると思いますって。なんか想像の2倍美味しいっていうか、おお。わかる？なんかさその、いや合うのっていう。ちょっと今羊羹に飽きて、なんか羊羹の味にさ、もうちょっと飽きてきたところに、新たな風吹いた口の中で。やばいな、ちょっと今ランキングがちょっと乱れ出してきた。乱れ出した。素いや美味しい美味しい。晴らしい。最後ですね。最後。こちら。こちらはね教えてもらってはい。すごいなと思った作り方というか。へえ。木目羊羹って書いてあります。はい、最後ですね。最後富山県ですね、はい富山県鈴木亭の木目羊羹。はい。立山杉の美しい年輪を切り取ったかのような木目羊羹は鈴木亭が創業した慶応2年1866年から続く伝統銘菓、まあどこを切っても、まあ、木目になると。木の年輪のような。はい、でそれは赤と白のあんこの組み合わせによってこの杉の木目を表現していると。小豆、白いんげん、寒天、砂糖、水飴、素材は至ってシンプルだが人々を驚かせたのがこの木目ということですね。なるほど。白と赤のあんこの硬さを同じに炊き上げることが一番大切と。へえ。そう、何この容器から見える時点でもう見てこのほんとね。すごい。一旦切ってみますか。はい。あ、結構硬めです。ほう。お、あ、本当だ。おー見えるかな。確かに年輪のようになってます。これが白と黒のあんこをはい。交互にやってるってこと。ね、すごいね。すごいね。上品。舌触り滑らかだわ。あ、美味しい。あ、本当だ。切っても切っても木目出てくる。みずみずしくきめ細やかな羊羹は口の中でふわりと溶け、あっさりとした甘さはすっと消えて後味がいい。暑い夏場は冷やして味わうのもおすすめだということですね。美味しい。楽しすぎる羊羹グランプリ。素晴らしい名品が揃いました。全部美味しかった。これで全部ではありません。どういうことどういうことどういうこと？まだあるんですか？ちょっとはいこれ7件ねはいご紹介してまいりましたが、はいちょっと1件だけね、はい。もう
とんでもないコメントがあってですねそんなコメントありましたっけ？とんでもないコメント。もうちょっと一件だけね、はいちょっとウイローをはい紹介させてもらえないかなと。ウイローはい羊羹グランプリなんですけど。はい、コメントをね、はい今回本当にたくさんの人に、はいたくさんのねはい羊羹を教えてもらって、はいワクワクしながらね、はいコメントを見て調べて、はいこれ間に合うかなとかはいやってたら、はい。一個だけとんでもないね、もう可愛すぎるコメントが届いた。ちょっと読んでみてください。もうこれ何度見ても笑っちゃって、おすすめの羊羹を教えてほしいということで、はいいても立ってもいられず初めてコメントします。初めて。今回おすすめさせていただくのははい。羊羹かな。羊羹ではありませんがなんで？なんで？山口県の生ウイローをおすすめしますと。はいでどうのこうの書いてあるんですけど、はい。もうこのさ、おすすめの羊羹を教えてほしいということで、いても立ってもいられずコメントをしました。おすすめさせていただきたいのは羊羹ではないんですがと。可愛いね。そう、なんかつぼってしまってうん、買ったの？もうわざわざね、山口県のそのアンテナショップにうん。足運んで。足を運んで買ってきたんですよ。可愛すぎたから。可愛すぎてね。うん。ウイロー？うん。でもさ、他にもなんかいくつかウイローって言ってる人いなかそうっ、た？あのね、山口県はね、ウイローなんですよ。へえ。で、ウイローってなんかほとんど食べたことないかも。まあ、確かにちょっと山口県の人は、ウイローなら言えるのにっていう多分なんでウイローだったらおすすめできるのにっていそう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 。こちらどこのウイローですか？山口県のおすすめされたのはね、豆次郎とかっていうところだったんだけど、アンテナショップにそれなくて、おうなんかウイロー御三家っていうのがあるんだって。おう。この中の三堀堂あ、三堀堂のウイロー。ウイローですね。白ウイロー、黒ウイロ抹茶ウイロー。ー。黒ウイローがいいな。でも一応、代表的なものは白ウイローあ、じゃあだそうです。白ウイロー。はい山口ウイローは室町時代より伝えられ、時に大内三堀の福田屋にてその名白ウイローが創生されました。山口ウイローはわらびの根から取った線と呼ばれる本わらび粉と小豆あんを練り込み蒸し上げます。心安らぐおっとりとした食感と自然の味わいが皆様に愛されていますと。じゃあしょうがないから食べてみるか。いやこれちょっと今回特別対応ですよ。可愛すぎたから言うね。だしちょっとランキングにはちょっと入れることはできませんが、はい。どうしてもコメントしてくれたんだから、そりゃ食べてみない。お、プルプルしてる。これはかじっていいのかな、このまま。いただきます。うん。結構ねっとりしてる。お餅みたい。美味しい。まあ美味しい。くそ。そう美味しいやないかって。うん。美味しい。あ、確かにちょっと羊羹雰囲気あるね、ウイローね。あウイロ美味しいー確かにもうウイローグランプリは残念ながら開催されることはないので、特別枠ということで。確かにうまい。言いたくなっちゃう、確かに。はい。はい。ということで、まあちょっとウイローを除く7つ。はい。羊羹グランプリ。最近同様的羊羹グランプリ。ではじゃあ発表していきましょう。うわむず。いやこれむずいよ。1位しか決めれないのか。あれ決まりました。ちょっと決めれないかも。ちょっと待って。もう一回自分でも買っちゃいそうみたいなのがやっぱ結局1位だと思うね。ああそういうこと。そうそう。まあライトに決めましょう。はい。いきます。はい。せーの。栗よっかん。カシューナッツ。いやわかるわー。じゃあまず私からね。はいやめちゃめちゃ悩んで、私やっぱね栗羊羹にしましたね。このただの栗羊羹ではない、このやっぱほら野手に飛んで、このやっぱちょっと森の中にいるような、そういうなんかちゃんとその感じも口の中で広がった、栗拾いに行ったみたいなのを口の中で感じる。あとゴロゴロ入ってて、どこ切ってもやっぱ栗が入ってきて、ちゃんと羊羹も滑らかで美味しいっていうところで栗羊羹にしました。あなたは？いやちょっとやっぱね地元ひいきのあれそうだよでちょっとね選ぶのをちょっとためらいました。そうでちょっと地元ひいきじゃない？そうと言われても佐賀まあ仕方ないけど、ちょっと食べたことなかったし。いや美味しかったこれほんでも私ね
この栗かカシューナッツか、この木目羊羹で悩んだの。あ本当、うん、やっぱ俺ねこのカシューナッツと、うんこの栗と、うんあと水羊羹ね、ちょっと水羊羹もちょっと考えた、うんいやなんかねやっぱこのね栗羊羹とかカシューナッツはやっぱなんだこれやっぱ入ってるじゃん他の素材がっていうのをなくして羊羹単体だったら私はこの木目羊羹あーこの滑らかさと甘みうんとあとやっぱ美しいっていうところの総合評価として贈答用にしてもうんいいしみんなで食べるのもいいしっていうのでこれすっごい悩んだんだけど栗に負けちゃったんだけど確かにこのお茶会とかはこっちがいいかもね。そうでも水羊羹も悩んだそうじゃあいや俺何気ないこれも悩んだよ。あ分かるこのそのザねザなんだけどザをお手本のような羊羹。分かる私なんならこれ迷ったこのいやマジ全部うまかったわけ今回。これのねこの北海道のこれも美味しかったよ。いや全部美味しかった。この文鳥のやつもコーツつけがたくてでもその中でもう一回買うとしたらという点で考えたら私は栗羊羹はもう一回買っちゃうかもしれない。そうね。ちょっとアンテナショップ寄って見つけたら買っちゃいそう。カシューナッツ確かにこれカシューナッツ羊羹ほんと想像の2倍美味しいから、あと最後にね、この山口オイルにねちょっと俺結構持ってかれたよね。ウイロ結構刺さっちゃったなんか食べてるもんねめっちゃ、なんかもちもちして美味しい。皆さん本当ありがとうございました。まだラジオ的だとどっちにするのじゃあ。ラジオ的だったらやっぱカシューナッツ羊羹で本当？多分なかなか手を出さない羊羹だと思う。その栗羊羹は美味しいに決まってるってみんな一回食べたことがあるから決まってるって買うんだけどカシューナッツ羊羹は合うのって一瞬思うから、なかなか手に取りにくいかなと思うんだけどその想像の倍美味しいというところで一回食べてみてほしいということで最近同様ラジオ的グランプリでも待ってそんなの無理だな木目羊羹も美味しいしラジオ的はどうするじゃん。いやラジオ的は木目な気がしてきた確かに。そうだよね、最近同様ラジオ的第1位はこちらの富山県鈴木亭の木目羊羹。木目羊羹に決定しました。いや皆さんありがとうございました。こんなに美味しい羊羹をいっぱい食べれるなんてっていうか知ることができて、なんだ手土産とかに持っていきたいなみたいな、年配の方にはもちろん喜ばれると思うけどこういうさ変わり種があるから若者にも刺さる羊羹がいっぱいあってぜひ皆さんこの土日で頼んでみたりアンテナショップ行ってみたり旅先で買ってみたりしてみてください。ありがとうございました。楽しかったね、羊羹グランプリまた何かのグランプリ開催しよう。はい、では今週は羊羹グランプリをお届けしました。皆さん本当にたくさんコメントありがとうございました。今週のラジオはここまでにしたいと思います、引き続き私たちの最近同様ラジオでは質問相談あとはテーマどしどし募集中です。ぜひコメント欄に紅葉鳥ネームをつけてお手紙いただけると嬉しいです。それではこの動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。